少しでも安いのがいい、バッテリー持つのがいい、16の 128E を買うんだったら 16E の 256E はバッテリーの劣化、ストレージ不足で買い替える。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone 16E 発売日も近づいてきて、この iPhone 16E 買おうか迷ってる方かなり多いと思うので、 iPhone 16E 買った人にどの機種、容量から買い替えたのか、この iPhone 16じゃなくて iPhone 16E を選んだ理由、それぞれ聞いてみたので、ぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。今回50人分紹介していきます。コメントくれた順でいきましょう。まず、ルンファンルンさん。配信でもコメントしましたが、サブ機としての購入なので前機種なし。シンプルなデザインとバッテリー持ちに期待して購入した。今回の iPhone 16に関してはこの2眼じゃなくて1眼になってるので、かなりシンプルなデザインになってます。結構この iPhone 16になってからこの縦型の2眼が苦手っていう人もいるので、そういった理由で今回の 16E 買う人もちょっといるっぽいですね。で、そしてバッテリー持ちね。今回の iPhone 16E に関しては iPhone 16と比べても4時間もバッテリー持つようになっているので、バッテリー持ちに期待してるっていう方は結構多いと思います。カメラボタンは自分にとっては不要。そう、今回この iPhone 16に搭載されてるカメラコントロールボタンもなくなってるんですけども、それが必要ないと。マグセーフはケースで代用で、サブ機としては 2.5 万上乗せして16買うのはもったいない。最初ね、iPhone 16E が出てから 2.5 万しか安くないんだったら 2.5 万プラスして iPhone 16買うよっていうコメント結構多かったんですけども、普通にね、2.5 万ってかなり大金なので、いや、ちょっと高いなーって思ってる方は普通に 16E 買うのありだと思ってます。続いてミホのブルボンさん。13ミニ 128GB から 16E256E は容量と多分これバッテリーかな。写真を撮らないためカメラ周りの機能全般に魅力を感じないのと、マグセーフも使ってないのもあって 16E に価格とサイズ以外不満はありませんでした。そう、結構ね、僕もそうなんですけども、今回の iPhone 16E に関してはマグセーフ、リングもそうだし 15W の充電ができなくて 7.5W になるっていう点もそうだし、そういった点がちょっとネックかなと思ったんですけども、意外とこの iPhone 16E を対象とするユーザーはそういったマグセーフとかまず知らなかったり使ったことなかったりもする人が多いと思うので、そういった点はね、別に気にしないでもいいのかなっていう感じで思いました。もちろんあった方が便利なんですけども、なくても不便には感じないかと思います。16位に価格とサイズ感以外の不満点はありませんでした。容量の問題でこのタイミングで機種変するしかなかったんですが、それがなければ次のシリーズ。なるほど。容量なんだね。13ミニで意外とバッテリーはいけてるんだ。13ミニから16位にしたら多分バッテリー持ちめっちゃ感動すると思います。13ミニからだとプラス9時間、もう約 50% でバッテリーの劣化もあるので、本当に 7,8 割ぐらいバッテリーが持つようになる可能性もあります。続いてペンアディクトさん。 SE2 からの買い替えで 128GB を予約しました。Apple の製品には洗練されたシンプルさを求めています。なるほど、一眼とかそういったシンプルなやつがいいってことか。登山が趣味なのでバッテリー持ちがいいことが素晴らしいと思うし、カメラ性能がすごく上がること、最新のチップであることなど自分にとってはいいことばかりです。あと25,000円足せばという意見もあるけど、25,000円は10万円の 25%。そうなんだよ。25,000円だけで聞いたらそれはもう大金だけどね、25,000円って思うけど、 iPhone 16E が10万でそれにプラス25,000円足すってことは 25% も多く払うっていうことになるので、そういうのを考えるとね、全然 iPhone 16E コスパいいんだと個人的には思います。全然ちょい足しの値段ではないし、そこまでして使わない機能を買うのは違うかなと思いました。そう、そのね、削られてる例えば超広角カメラとかマグセーフとか GPU ゲーム性能とかがちょっと落ちてるとか、そういったものに関しては意外と普通の人、例えばスマホは連絡取ってバッテリー持って Twitter とかネットサーフィンとか快適にできればいいやっていう人にとってはいらない機能なので、そういうのを考えるとこの iPhone 16E で全然いいのかなと思います。さらにマグセーフを使いこなすために高い充電器を別で、これもあるね。最近はね、C2 って言ってライセンス費とかがちょっと安めの低価格なワイヤレス充電器っていうのは出てきたんですけども、それでも安くて 4,5,000 円するし、2-in-1のワイヤレス充電と一緒に充電できるやつに関しては安くても 6,000 円とかそんな感じになってくるので、結構ね、それを揃えるのにもお金かかるので、そういうのを考えると全然有線で充電するのでもいいと思います。あとは最近は USB-C 端子にコネクタを挿してマグネットでペタッと貼り付けて充電するコネクタみたいなのもあるので、そういったものを活用してもいいかもしれないですね。5件もコメント来てる。同意必要十分な性能のいい製品だと思う。コスパは終わってるけどね、性能的には処理性能以外 4,5 万のスマホと同等かそれ以下。これあれだな、多分 POCO X7 Pro とかそういうのと比べてるってことかな。iPhone が欲しいか Android
Android が欲しいかみたいな。多分ね、結構 iPhone ユーザーが多くて、iPhone から入った人が Android に乗り換える動力とかを考えると、全然 16E でもいいと思いますね。あとは結構ね、AirDrop。人によると思うんですけど、結構僕はね、AirDrop 対応してるし、周りも AirDrop 使うことが多いので、そういったのができないっていうのも iPhone を選ぶ人の理由になってると思います。続いて何がしさん。家族の SE264GB から 16E128。機械に疎く、今から Android に移れないこと。これ、さっき言ったのこれです。やっぱりね、iPhone から Android。逆もそうですね。Android から入った人が iPhone に乗り換えるっていうのも、それこそアプリが移行できないとか、iPhone で使ってたアプリが Android にないとか、逆もあるし、そういったのが起きたり、あとはデータ移行も結構時間がかかったりするので、そういうのを考えるとやっぱね、iPhone に行っちゃうっていう気持ちもわかりますね。機能があっても使いこなせないこと、中古は嫌なこと、通信会社を移りたくないこと、自分でアカウント等の管理ができないことが様々な制限を生んでおりました。いや、結構ね、こういう人やっぱいるので、多分見てる人もね、そういう人いると思うので、そういう人はね、やっぱり今回の 16E かなりいい選択になると思います。で、16E を選んだ理由は蒸気以外に私は使用しないが、購入資金は支払うことが大きいです。現在の 64GB でも空き容量がありましたが、バッテリー劣化と今後廉価機種が発売され続けるのか不明なため今買ってあげます。確かにね、今後ね、iPhone SE4 みたいな感じで SE3 の後継機種が出る可能性ゼロではないんですけども、それを待ち続けてストレスを溜めながら今のスマホを使っていくよりも、ちょっとね、高いお金を出していいものを買って快適に使い続ける方が結局はね、コスパとかも良くなってくると思うので、僕はそっちの方がおすすめです。64GB でも全然十分だったんだ。みんなどうなんだろう。よかったらね、今使ってるスマホ何ギガなのかと、あとその容量の足りてるのか足りてないのかよかったら教えてください。なるほどね。ただ iPhone 16E から Apple Intelligence っていう機能が新しく追加されるんですけども、それは確かね、6、7ギガぐらい iPhone の中に入れておく必要があるので、そういうのを考えるとやっぱ128ギガの方がいいかも。使用感が変わるため慣れるまで色々と困ると思いますが、今後5年は使ってほしいです。あれだね、タッチ ID から Face ID になるとか。ただね、これもどうだろうね、指紋認証。でもやっぱ親世代とかも指紋でピッてやるよりも、顔向けたらもうロック解除できる方が意外と使いやすかったりするかもしれないので、その辺はあんま気にしなくてもいいような気はしますね。続いて七瀬丸さん、SE3 からの乗り換え。今回この SE3 からの乗り換えっていう人結構多いかも。一番はバッテリーの持ち。カメラにこだわらないので廉価版一択。マグセーフがついてたら最高でした。デフォルトで充電口のキャップつけてほしい。なるほど。キャップをつけるんじゃなくて、さっきも言ったんだけど、この USB-C 端子の部分に、例えば CIO のマグネット充電ケーブルみたいなのがあるんですけど、それをペタッと貼り付けて充電。端子に関しても差しっぱなので保護されるっていう、その使い方が今回一番ベストなのかなと思います。16位発売されたらその辺も動画でレビューしたいと思ってます。確かにね、マグセーフはわかります。SE3 もね、バッテリー持ち結構きつかったからね。ちなみに比較すると、SE3 が15時間、iPhone 16位が26時間、プラス11時間。さらに劣化状況を考えるともう倍以上になるかもしれないです。続いてどこかにいる人ですさん。母親が iPhone 12を持っていますが、16か16位にどっちに買い替えようか迷ってます。で、回答は基本的に16位で大丈夫。オーバースペック。確かに。12をバッテリー交換で OK ですっていうコメントもあります。高校生の娘は iPhone 12バッテリー交換させて特に不満ない。なるほど。超広角使わないなら16位。バッテリー交換もあるやけど、それこそね、その元々のバッテリーの持ちっていうのが全然違くて、iPhone 12、バッテリー交換したとしても最大17時間。16位は26時間で、もともと9時間違うんですよね。それを考えると、12のバッテリー交換ももちろんいいんですけども、16E を買って長年使ってってバッテリー交換。バッテリーがもともといい機種を長年使ってバッテリー新しいやつ入れるっていう、そういった使い方の方が今後安く済むような気はします。続いてピクセルさん。SE2 から 16E 256ギガ。SE2 は何ギガ64ギガだったんだ。とにかくストレージ不足に悩まされたので、余裕を持って256ギガにしました。そして 16E の256ギガでも16の128ギガよりも1万円ぐらい安いというのが決め手です。よく損傷させるので Apple Care もつけました。なるほど。これも結構 iPhone を買う上で多いんですけども、64ギガで足りなくて128じゃ足りるか微妙。だから思い切って256ギガにしようっていう方結構多いんですけども、意外とそういう人だと128でも十分だったっていう人が多いんですよね。で、なんでかっていうと、例えば2年使ってて60ギガ使っちゃった。じゃあ次の2年後は120ギガ使ってるかもしれないっていう思う方が結構多いんですけども、意外とそれ違って2年使ったとしても、その中で使ってる内訳はアプリとかそのシステムデータで40ギガで、自分の写真とか動画が20ギガっていう方が結構多くて、その20ギガが倍になる可能性はあるんですけども、そうなった場合は40プラス20の60ギガだった
ったのが、2年後に40プラス20。で、その20が倍になったので、40プラス40になります。なので、80ギガしか使わない。結局128ギガの80ギガしか使ってなくて、残り40ギガも空いてるみたいなことが結構多かったり、あとはクラウドサービス。今、Amazon フォトとか、このチャンネルのトップページにある共有アルバムを使うことによって iPhone 内のストレージを使わないで写真とか動画を保存したり。で、あとは iPhone 16買ったら買うべきおすすめアクセサリーの動画で紹介してるんですけども、こういった USB メモリがこれ2000円で買えます。しかも容量128ギガ。なんでこういったものを指して、普段あんま見ない写真とか動画はこっちに移しちゃって iPhone 内から消すっていう使い方もできるので、意外と128ギガでも十分だったりします。ただ余裕を持って256ギガを買っておくっていうのも全然ありだと思います。Apple Care に関しては心配な人はつけてもいいかなっていう感じ。16にしかないマグセーフや超広角カメラが自分にとって必要かと考えたら、それよりもストレージを多くしたり Apple Care をつけて長く快適に使える。確かにそう、プラス25000円払うんだったら容量128ギガプラスするので15000円なので、16の128を買うんだったら 16E の256ギガを買うっていうのでもいいと思いますね。確かに全然考えたことなかった。続いてスマホ編集者さん。 iPhone 14 Pro を親が使っているんですが、支払う料金が高いプラスバッテリーも劣化してきたので 16E を予約しました。いいね。14 Pro か。結構最新だね。支払う料金が高い。確かにね、この支払う料金に関しては今 iPhone 16E だとキャリアとかの4年分割で2年後に返却するっていうプランだと月額1円かな、2年で24円で使えたりできるので、そういったものを契約するのもありだと思います。ただその場合は高いキャリアのプランを使わなきゃいけないので、そういった点がネックではあるんですけども、分割したい人はそういったものを使ってみてもいいのと、あとは Apple Store でも料金分割、金利無料で分割支払いっていうのもできるので、そういったものを使ってみてもいいと思います。自分のためってよりかは両親へのプレゼントって感じ。偉い。なんかみんなポコ X7 Pro にしなさいっていうな。確かにあれコスパはいいんだけど、あれフェリカとかついてないから人におすすめするかって言われたらちょっと微妙なんよね。それも書いてあったわ。多分ね、でも iPhone を買いたい人は iPhone がいいんだよな、きっと。続いて UCO さん。 SE2-128GB 白から 16E256GB 白。重さ重視ヘビー使いしてるので、バッテリー容量と新しいモデルドコモでないので、そう、ドコモだとね、ちょっと電波のつかみどうなんだろうっていう動画出したんですけども、それもね、最近は 5G 使うことが多いので意外と大丈夫な気がしてきました。で、13目に買いそびれて E6.1 インチになったので、今度は少なくとも3年で買い替える予定。確かにね、バッテリー持ちいいから長く使えるね。個人的にはね、この新しいモデルがかなり気になってます。多分ね、Apple M1 チップの時も結構予想以上のスペックだったので、今回の C1 チップも通信速度とか速かったり省エネ性も高くなってると思ってます。続いてゆっちさん。 iPhone 12からの買い替えでバッテリーの劣化とストレージ不足が主な原因です。基本的に通話、LINE、動画、ネットで検索、音楽でしか使わないので、無印16ほどのスペックはいらないですし、それより安いなら全然 OK です。やっぱバッテリーの劣化、ストレージ不足で買い替えるっていう人がかなり多いですね。特にこの iPhone 13より前、iPhone 12までの人はバッテリーの持ちっていうのがちょっと悪めな機種になってるので、そういった人はね、買い替えかなりおすすめだと思います。ストレージ不足はね、その iPhone 12とかだと 64GB スタートだった気がするので、そういった人も多いのかもしれないですね。続いてデジャブさん。13目に 128GB から 16E128GB に変えます。いろいろ言われてますが、普段使いには十分すぎる機能だと思います。確かに。それこそ GPU コアが1個少なくなってるっていうのも言われてるんですけども、A18 チップのコアが1個少なくなってたとしても、そのちょっと前のチップよりは格段に性能上がってるので、性能に関しても全然問題ないと思いますね。で、マグセーフなしが唯一引っかかったところ。ここは確かに。最初は高いと思ったけど、円安の影響を考えれば妥当な値段。ストレージは外部メモに使うんで 128GB で十分です。さっき見せたこういうやつですね。あとシンプルに単眼レンズの見た目がいい。そうそうそう。で、今回スペック解説の動画で紹介するの忘れたんですけども、今までのこの iPhone 16っていうのはボコってなった上にさらにカメラがついてて出っ張りがあるんですけども、このボディ側のこのボコってなってるやつが今回の iPhone 16に関してはないので、ちょっとね、このカメラの出っ張りっていうのも抑えられてるような気はしますね。ちょっと実機見ないとわかんないんですけども、多分そんな感じになってると思います。2.5 万足せば16買えるとよく聞きますが、自分は逆に 2.5 万プラスして16買う価値はないかなって感じです。なるほど。そういう意見もあるんだね。値段重視でしたら6ヶ月待てば17が出て、いやこれもね、17が出たら16安くなるってのも結構言われてたりするんですけども、17が出た時の為替によっては16も値段据え置きの可能性もあるし、逆に値上がりする可能性もあるので、だったらね、16円に関しては最新機種になってるし、今買っちゃって全然いいと思います。それこそ半年待って全然値段変わんなかったら、むしろその半年間サクサクバッテリー長持ちの機種使えなかったっていう方が損なので、欲しい時に買うのがいいですね。特にその9月に iPhone 発表されるんですけども、その8月に買うのはね、確かに良くないんですけど、今まだ半年以上あるので
全然ありですね。柿から生まれた柿子くん。買ってないけどバッテリーが強いと思う。26時間は強い。続いて名古屋トレインさん。12プロからです。広角カメラとマグセーフを犠牲にしてまで買うものとは思えませんでしたが、バッテリー持ちと Apple Intelligence、カメラ画質などを含めると16目印よりもいいかなと思い購入した。なるほど。最初はちょっと微妙かなと思ってたけど、よくよく考えて値段とかも 2.5 万安いし、意外といいかもって思った感じか。12プロだと2倍カメラだったと思うので、意外とスペック落ちないし、なかなかいいですね。で、手ブレ補正も確か13プロから強化されたんで、12シリーズと一緒なので、プロモーションはどうだったかな ?13 プロからだった気がするけど。なので意外と性能が落ちるっていうこともないですね。それこそ12シリーズの時は12も12プロもチップ変わんなかったし、性能もアップしてるし、バッテリー持ちもいいし、ありだと思います。続いて、あずきさん。16E にはない機能は、個人的にマニアの方向けの機能ばかりで25,000円の価値はないかなと思いました。確かにやっぱあれだね。そのマグセーフとかも普通の人はあんま使わないし、超広角も使ったことないっていう人意外といるんですよね。なので確かに、バッテリー持ちもいいし、意外と 16E の方が普通の人にとっては優れてるかもしれないですね。続いて、タカさん。妻用に SE2 からの乗り換えです。機能的に 16E で十分でバッテリー重視、また少しでも安い方とのことで選びました。そう。基本的にはもうこれなんだよね。少しでも安いのがいい、バッテリー持つのがいい。これが多分普通の人からしたら一番大事。だから全然あり。続いて、りょうすけさん。SE2 から 128GB ホワイトの 16E です。初めて買った iPhone が 4S のホワイトだったんですが、このシンプルなデザインが懐かしいなとか思ったんです。確かに。ちょっと似てるかもね。あの時はカメラの出っ張りとかもなかったか。原点回帰っていう感じがします。続いて、琴音コンコンさん。10S64GB。1回バッテリー交換済みから 16E256GB。マグセーフ非対応に関しては 10S も同様。マグセーフケースで代用していたし、C 充電はそのまま使うので急速は不要。そう、結構寝る時にワイヤレスで充電とか、あとはこう仕事する時にワイヤレスで充電っていう場合は、意外とね、こう長時間充電し続けるので、そんなにね、急速充電もいらなかったりすることも結構多いですね。使用できない通信バンド、10S も同様。あ、10S もあれか、1.5GB 使わなかったんだ。Apple Care の料金が16目印より安い。あ、そうなんだ。10S でも数回お世話になった。次期 iOS19 が 10S 対象外になるかもとの話があったのと、バッテリー劣化でそろそろ買い替えを検討。長期使っていきたいので、トータルの維持費も含めて 16E を選びました。確かにな、カメラがあればその分壊れる確率も高いかな、もしかしたら。なるほど、そういう考えもあるらしいですね。続いて、IH さん。父 SE2 から 16E、母 SE2 から 16E、祖父7から 16E、みんな 16E だ。家電量販店の店員さんに16勧められたらしいけど、使いこなせないし、バッテリーが 16E の方が長いからとのこと。あ、そうなんだ。家電量販店の人も結構 YouTube とか見てるらしいから、16E より16の方がおすすめっていう動画が結構 YouTube に多いんで、そういったのを見て16勧める人も多いのかもしれないですね。バッテリー長くて安いんだから 16E 一択っていう層は意外といそうです。それめっちゃいそう。続いて、みなとさん。iPhone 7から iPhone 16E にアップグレード。iPhone 16E 楽しみです。いいね。7からだったらもう何もかもが違う。続いて、伊藤さん。16 Pro から 16E に乗り換え。購入の決め手 iPhone なのに軽くてシンプルなデザインでバッテリー性能が素敵。色はカバーやスキンシール貼るから白黒でいい。そうそうそう。結構白だといろんなケースを使ってこう気分で変えられるっていうのがあって、例えばね、こういうウルトラマリンとかだとこのカメラの部分だけはどうしても出ちゃうので他のケースと合わせにくいっていう、そういったデメリットもあるので、意外と白黒を選ぶのは安定だったりしますね。で、カメラはほとんど使わないし、デジタルズームは被写体の縁がボケるから一眼買った方がいい。あれかな、ポートレートモードかな。 iPhone じゃないといけない理由はセルラーの Apple Watch で通話や支払いをするから、 MacBook も持ってるなど Apple 信者だから。なるほど。そう、結構ね、この Apple Watch が便利で、健康トラッキングもそうだし、Suica とかもそうだし、Apple Watch を使うために iPhone にしてるとか、Apple Watch 使ってるから Android に乗り換えられないっていう人も結構いますね。スマホ好きなので Android スマホを持ってるから、それぞれの良さもあるけど、シンプルな Android スマホは安っぽく感じる。だから高級というか安心感を感じつつ、シンプルなデザインに魅力を感じる。だから欲しい。なるほど。確かになんか Android だとシンプルでこれでいいみたいな機種あんまりないような気がしますね。確かに確かに。続いてかけるんさん。いろいろ言われてるけど中身は悪くないと思うんだよな。最近でも意外といいかもみたいな動画もちょっと増えてきた気がします。続いて TK さん。今が12で、今回ブラック 128GB 購入。12から iPhone 16E。16固有の機能が特に必要なかったのと、バッテリー長い方が良かった。そう、このバッテリーの持続時間。やっぱこれがね、普通にスマホを使う上で一番大事ですね。やっぱモバイルバッテリー持ち歩くものもめんどくさいし、モバイルバッテリー忘れたら終わりだし、バッテリー切れたらね、超広角とかいろんな機能がついてたとしても何もできないから、そういうのを考えるとやっぱバッテリー持ちって結構重要ですね。で、Apple Intelligence は今後必要になってくることを見越して15は却下。確かに。そう、Apple Intelligence ね、今いろんな機能発表されてるんですけども、結構文章の構成とか、あれ意外といいなって思ったり、あとはビジュアルインテリジェンスって言って、写真を撮ってそれを検索することなんかもできたりするので、意外と便利になるし、今後さらにいろんな機能追加されていくと思うので、Apple Intelligence は必須だと思います。SE 高
合計機としての期待価値が高すぎ高額に感じるけど、また妥当に機能を落とした分の値段にはなってるかなという印象。高いのは高いけど、それは 16E だけじゃなく円安で全部高いしという感じです。確かにコスパなら Android もいいけど、家族との連携とかの都合で iPhone 必須なので、その点で 16E 悪くない。わかるな。続いてポテト丸さん。どれだけ 16E を肯定するコメントが増えても自分には理解ができません。もはや iPhone だとすら思えない。なるほど。そういう意見も中にはあると。続いてなんですさん。13、128GB から 16E、128GB。容量は 128GB で十分だった。マグセーフ使ってないし、ダイナミックアイランドあれば便利だろうけど、なくても困らない。カメラ性能も別のカメラ使って撮るから何でもいい。普段の用途がネット、YouTube を見るのとゲームを少しだけ。同じような性能なら Android の方が安いんだろうけど、iPhone 以外の Apple 製品使ってるから、そう、これがでかいね。何回かね、コメントで来てた、その POCO X7 Pro っていうのが5万円で買えて、ゲームもサクサクできるし、普通にコスパはいい端末にはなってるんですけども、やっぱりこの Apple Watch が使えなかったり、AirPods も一応使えるんですけども、その外音取り込みの音量を変えたり、スマホ上からノイキャンと外音取り込み変更できなかったり、そういったちょっと微妙なこともあるので、やっぱApple エコシステムの中で生活してた人っていうのはなかなかね、Android に移行できないし、そういった方にとっては 16E 普通にいいと思います。今更 iPhone 以外の選択肢がないので、とりあえず安い 16E に変えた。続いて森くまくまさん。SE3 の 64GB から容量不足とバッテリー劣化のため、16E の 128GB に買い替え予定です。やっぱ 64GB だとさすがに厳しいっていう人が多い。バッテリー劣化も SE3 とか旧機種使っていた人は多いですね。普段は大学の資料管理やゲーム、動画を見る程度だけど、過去問とかのやり取りが AirDrop で便利だから。なるほど。そう、なんかね、これ聞いた話で僕はやったことないんですけど、大学の授業の資料とかも AirDrop で配ったりするみたいなのを一回聞いたことがあって、そういった場合はもう iPhone 必須みたいな感じになるので、ちょっとそういったのもあるかもしれないですね。iPhone であることが絶対条件。あとチャット GPT もよく使うから Apple Intelligence にも興味があって、カメラも SE3 よりパワーアップしてるし、見た目も好き。そう、チャット GPT がね、今回この iPhone の iOS の中に組み込まれるので、組み込まれるっていうか連携されるので、そういったものを使いたいっていう人はiPhone になりますね。ただ Android に関しては Gemini がその OS に組み込まれてたりするので、Gemini がいいかチャット GPT がいいかみたいな。カメラも SE3 よりパワーアップしてるし、見た目も好き。確かに SE3 2倍ズームとかできなかったもんね。で、16も考えたけど、個人的には GPU は SE3 時点で満足していたし、ダイナミックアイランドとマグセーフに追加で2万円は払えないかなと。あとあれか、超広角カメラとかね。マグセーフはアクセサリー使うくらいだし、ケースで対応します。確かにアクセサリー使えたらいいやっていう人結構多いかも。Apple のオンラインストアで SE3 の下取り見積もりしたら8万3000円ぐらいで買えそうです。SE3 を1万7000、2万円ぐらいで買い取ってくれるってことか。ありだし、あとメルカリとかで売ってもいいね。自分は割と 16E の性能ぶっ刺さってます。いや、そうなんだよ。結局、そのライトゲームユーザーとかライトに使っててでも iPhone がいいっていう人、そういう人が意外と多いので、そういった方にはぶっ刺さります。続いて Android さん。Android ユーザーだこれ絶対。iPhone 8、あれ違った。iPhone 8から 16E の 256GB。昔は最新 Galaxy とか使っていたけど、今はスマホ熱もそこまでなくなったから安価な 16E にしました。確かにわかるな、それ。なんか昔はそれぞれ性能とかも違ったし、機能とかもアプリとかも違ったけど、最近はね、どっちを使っても快適に使えるので、もう好みな感じになってますね。あとは、なんていうんだろう、どれを使ってもそこまで変わんないかな。スマホ熱が今めっちゃ高いっていう人もそんなにいないような気もしますね。そんなことはないか。安価な16位にしました。正直ダイナミックアイランドやマグセーフはあってほしかったけど、マグセーフに関しては大半はケースで代用できるし、充電に至ってはケーブル挿せばいいだけだから、マグセーフじゃなくても問題なし。ダイナミックアイランドはないならないでいいかなと思いました。これは同じく。使ってみてまたその辺はレビューします。何より16無印の128の価格よりも安く250、これさっき言ったやつだ。やっぱりこれ大事だね。確かにね、256GB にしてもプラス1万5000円だから、16の 128GB より1万円も安く買えるから、確かにそれありだね。クラウドストレージは複数契約していますが、本体にしか保存できないのもたくさんありますし、内蔵ストレージの方が使い勝手がいいので、やっぱり容量は 256GB が欲しいです。こういったのに保存したとしてもいちいち挿して確認しなきゃいけないので、そういったことを考えると内蔵ストレージあるに越したことはないですね。Apple Intelligence も絡むならなおさらだと思いました。確かに Apple Intelligence で例えばこの日の写真を今出してとかさ、この日の写真を誰々に送ってみたいなのできるようになるのかわかんないんですけど、そういったのをする場合は内蔵ストレージに保存してなきゃいけないので、確かに内蔵ストレージは多ければ多い分にはいいかもね。今は慣れてしまってあまり言われてないですが、個人的にはカメラが複数あるのよりシンプルに一つだけの方が好みです。これも結構コメント多いね。MacBook との連携がすごく便利なので Android は選択肢に入らないです。そうね、最近はさ iPhone ミラーリングか、あれ結構気に入ってて iPhone の通知が Mac 上の通知みたいな感じで来るので、それがねめちゃめちゃ便利で愛用してますね。この2つが合わさっ
ってお互いの良さを存分に引き出してくれると思います。ちなみに職場の人は14 Pro Max を使っていますが、マグセーフと言っても伝わらず、説明しても全く使ってない様子でした。やっぱ普通の人使ってないんだね。一般的にはこんな感じだと思います。これも大事。ただ結局価値観の違いなので意見が分かれるのは当然だと思います。いや、参考になった。続いて小石さん。3年前ほどに買った Galaxy から256ギガの16インに買い替え。今年高校生になるので買い替えました。兄が調べてくれたので便乗です。調べてみたら色々目標されていたんですが、2年買い替えのプランなので14万が2年で8万ほどでした。今のものよりはみんないいのでいいんじゃないかなって思ってます。確かに。もう今のより良ければ OK って買い替える人結構多そう。続いてシュウさん。自分用ではなく祖父母に当てて購入しました。偉い。おそらくアクオスからの買い替えで 128GB ブラック、ホワイト1色ずつ祖父と祖母用に。理由としては2人ともそこまでヘビーな使い方はしないけど、家族や親戚など全員 iPhone なので AirDrop やカレンダーなどの共有が便利な iPhone にしたいと思い、機能がシンプルな16インにしました。確かにこの Apple 同士の共有とかあるよね。それこそ最近なんか Apple インビテーションみたいな、機能とかついたし、ああいうのも iPhone 同士じゃないと使えなかったり、そういった機能がね、意外と iPhone あったりするので、そういうのを考えるとやっぱ家族とかそういう団体とかで合わせるのっていうのはかなりいいと思います。あとね、そのおばあちゃんおじいちゃんとかはスマホの充電なかなかしない人も結構多いと思うんですけども、そういった人でもこう1日以上バッテリー持つっていうのは結構重要なのかなと思います。続いてくまさん。SE2-128GB からの買い替えで 256GB を予約しました。友人が Android を使用していて端末の金額なども確認しましたが、正直画面を見て使い方が全くわからないため引き続き Apple にしました。逆もそうだけど iPhone の人が Android を使うとなんか全然例えば設定とかわかんないし、逆に Android の人が iPhone 行っても設定とかよくわかんないしみたいな感じになるので、最初に使ったスマホの例えば Android とか iOS をずっと使い続けるっていうのがやっぱ一番いいような気はしてますね。やっぱ乗り換えはね結構大変。特にこうガジェットとか好きでもこのデータ移行とか大変だなとか思うんで、それこそスマホは使えればいいっていう人だとさらにねこうめんどくさいなとかってなると思うので、やっぱ iPhone の人は iPhone、Android の人は Android に乗り換えるのが一番こう楽ですね。私はカメラの性能を全く重要視しておらず、ブレずに撮れていればそれでよく、マグセーフも必要を感じなかったため16円にしました。256GB なのは現在ストレージが 82.29GB になっており、もっと多ければ安心できると考えたからです。これは使用済みが 82.29GB ってことか。あとね、この容量に関しては結構大変なポイントがあって、例えばさ、空き容量をこう気にしないで残り 10GB ぐらいになってた場合、例えばじゃあライブ行ってライブの映像を撮るとか、子供の運動会とか録画するとします。そういった時にこう録画してる時に容量が少ないと容量が足りませんっていう感じで止まっちゃいます。で、止まった時に別の動画とかアプリとかを消さないと撮影再開ができないので、そういった時に運動会終わっちゃうとか、そういったこともあるので、容量は確かにあるに越したことはないかも。容量管理ができる人だったら 128GB とかでも全然いいけど、そういうちょっと整理苦手とかの人はやっぱでっかいやつ買っとく方がおすすめですね。現在使用している SE2 の最大容量が 76%。外出先でモバイルバッテリーをこまめに使用していましたが、限界を感じていました。これはモバイルバッテリーなしでも全然いけるようになるね。一番の決め手は16位発表前から買い替える機種は絶対に SE4 と決めていたからです。なるほど。今回ね、SE4 出るって期待してた人から比べるとやっぱりちょっと高いって思っちゃうと思うんですけども、やっぱ16の廉価版っていうのを考えると、全然ありな選択肢だと思ってます。続いてサクさん。iPhone SE2 から iPhone16E の 128GB に機種変します。高いけど Apple の中では一番安い。そしてチップも最新、画質もいい、バッテリー持ち良すぎ。あとマグセーフのことばっかり言われてるけど、バッテリー長持ちするからそんな充電する必要もないような気もする。確かに帰って寝るときにスマホに挿すだけって考えたら、確かにマグセーフなくてもいいし、しかも 7.5W で充電したとしてもバッテリー持ちがいいから減りも遅いから、実質 15W で充電してるようなもんかもね、もしかしたら。対応するに越したことはないけど、なくても意外といけそう。このような理由から機種変します。なるほど。これも参考になるね。やちゃんうまるんさん。サブ機初代 SE が限界なので16位買いました。やっぱり機能シンプルでいいし、メイン機でもいけそうならしてみようかと。メイン機何なんだろう。バッテリー1日気にしなくていいレベルですよ。いや、本当に、この、今ちょっとないんですけど、この iPhone 16 Pro Max なんですけど、16 Pro を使ってた時は、全然ね、バッテリーが切れるっていうこともなかったし、それと1時間しか今回の16位バッテリー変わんないんですけども、モバイルバッテリー使うこともほぼほぼないぐらいバッテリー持つので、昔の機種から買い替えた人はびっくりするレベルだと思います。ラスト、ジャクソンさん。iPhone 16から乗り換え予約しました。16から16位。珍しい。友達に勧められたし、親もそっちの方が新しいならって買ってくれました。まだ性能比較とか見てないので動画できたら、なんかめっちゃ買い方リッチ。来るまで楽しみ。今使ってる充電器が使えるのと、カメラとカメラボタンの性能が上がるのかが期待です。カメラは超広角がなくなって、手ブレ補正がちょっと弱くなる。カメラボタンはなくなります。16から乗り越え、ちょっとわかんないな。
ということで今回50人分の iPhone 16E 買う理由紹介してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。僕もこういうのもあるのかって勉強になったこともあったし、多分見てる人だったらね、もっとこういうことねとか、こういうところ確かにいいなって思ったことあると思うので、今回の動画で iPhone 16E 買う決め手になったら嬉しいです。多分この動画見たらね、16か 16E 買うかどっちか決まると思うので、よかったらコメント欄でまたどっちを買うか、そしてやっぱり Android の方がいいんじゃないっていう人もいればコメント欄で教えてください。ちなみに僕はこの iPhone 16E ブラックホワイト両方買ったので、色の比較とかね、そういったのも発売日当日にレビューしたいと思っているので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ということで以上、バイバイ。